皆さんこんにちは。藪基礎デッサン講座の藪下です。中級編第9回目はハサミとガムテープを描きます。形、比例、材質感、固有色、立体感、空間、構図などに注意してデッサンを進めます。モチーフを大きく捉えることで立体感や空間を表現し、細部を描写することで材質感やそれらしさを表現します。これらのことに注意しながらデッサンを進めたいと思います。モチーフはこれですが、描き出す前にモチーフを手に取りよく観察します。モチーフのハサミは中心線に対して対称な形をしています。また金属の刃や持ち手部分の柄の形状、金属の刃と柄の接続部分の形状などをいろいろな角度から見て確認しておきます。ガム手は外側の円と内側の円の長さの比率やガム手の幅などを確認しておきます。モチーフの形や色や構造や手触り、重さなどを理解している方が確実に良いデッサンが描けると思います。モチーフのことをよく知ることが魅力あるデッサンにつながりますから、これはデッサンを始める前の準備運動みたいなものです。画用紙は八つ切りの大きさ 38cm×27 センチと、鉛筆は三菱ユニの 2H から 3B までの濃さの鉛筆を使いました。また鉛筆の濃さは鉛筆ホルダーに表示していますから参考にしてください。動画の再生速度も画面中に表示しておきます。また制作時間は3時間でした。この動画を最後まで見れば制作手順、鉛筆の動かし方、練りゴムの使い方などがわかると思いますから、最後まで見てぜひ参考にしてください。動画を見て、なるほど、そうするのかと合点がいけば、それだけ皆さんは上達したことになります。それではハサミとガムテープのデッサンを始めましょう。当たりを取ります。全体のバランスを考えながら、ハサミとガム手の位置、ハサミとガム手の間の空間、画用紙の上下左右の余白の大きさなどを検討しながら、モチーフの全体の配置と大きさを描きます。形を描いていきます。測り棒を使って A、B の長さの比率を確認しておきます。また C の長さを基準にしてガム手やハサミの横幅の長さを検討しておきます。またこの図のようにポイントになる点を通る水平線、垂直線を想定して、その水平線、垂直線が他の部分のどこを通過するかを確認しておくといいと思います。ただしよく目立つ大きな部分の比率だけで構いませんし、測り棒を使って確認してもどうも形がおかしいというときは自分の感覚の方を優先してください。少しでも測り棒を使うときの視点や腕が動くと正確には測れませんから、あくまで目安程度に思っておけばいいと思います。最初に左右の端を決めます。ここからここまでにデッサンしましょうという左右の幅です。次に測り棒を使って各部分の長さや位置関係を探りながら形を描いていきます。ハサミから描いています。モチーフのハサミは中心線に対して対称の形をしています。この図のようにハサミの特徴的な形の部分にそれぞれ印をつけて、その印を結ぶ線が二点透視図法の約束に従って水平線上にある一つの消失点に集約されることを意識します。ステンレスカップのデッサンの動画の取っ手の描き方のところでお話ししたように、モチーフにマスキングテープを貼って印をつけることで形の検討がしやすくなります。またこの図のようにハサミの刃の部分の直線を延長させて柄の部分の形を描く目安にすると描きやすいと思います。ハサミの全長を決め、ネジの位置を決めます。次に刃の部分の直線の傾きを決めて、柄の部分まで延長します。ハサミの刃の傾き具合と同時に、ガムテとの位置関係にも注意します。
刃の傾きを延長させた直線を手がかりに手前の柄の部分の形を描いていきます。よく曲がっている部分同士を直線っぽい曲線でつなぎ、その後自然な形に修正していきます。中心線を挟んで対称になる部分の傾きを決め、奥の柄の形を描いていきます。ガム手を描いていきますが、まず見た目の感覚でできるだけ形を描いていきます。次に補助線を使ってガム手の形を描いていきます。ガム手の円柱は横倒しになって傾いていますが、台紙に上を向いて置かれている円柱と同じ描き方をします。最初にガム手の奥行き方向の上下の輪郭線を描き、それに対する中心線を描きます。この時、奥に行くに従って上下の輪郭線の傾きは2点透視図法の約束に従います。次に大きな楕円の単径の長さを決め、単径を2等分するように長径の位置を決めます。この時、必ず中心線に対して長径は直角になるように注意します。これで楕円を描くための起点の4点が決まりましたから、その起点から丸めるようにして楕円を描きます。次に内側の楕円を描きます。内側の楕円の単径の長さを決め、単径を2等分するように長径の位置を決めます。この時、内側の楕円の長径の位置は外側の楕円の長径の位置よりも少し下に下がります。同じ要領で奥側の楕円も描いていきます。ただ奥側の楕円は部分的にしか見えていませんから、前の楕円を基準にしながら奥側の楕円を描いていきます。ちなみに中心線が垂直になるように画像を回転させるとこのようになり、高さ方向はパースがついていますが、楕円が上を向いている通常の円柱の描き方と同じということになります。それでは描いていきましょう。ガム手の奥行き方向の上下の輪郭線を描き、それに対する中心線を描きます。大きな楕円の単径の長さを決め、単径を2等分するように長径の位置を決めます。その起点から丸めるようにして楕円を描きます。次に内側の楕円を同じ要領で描きます。この時、内側の楕円の長径の位置は外側の楕円の長径の位置よりも少し下に下がります。同じ要領で奥側の楕円も描いていきます。ただ奥側の楕円は部分的にしか見えていませんが、前の楕円と同じように補助線を使って描いていきます。台紙上の影も大まかに描いておきます。これで形は完成です。明暗を描いていきます。最初にどこから光が来ているのか光源の位置を確認しておきます。大きな明暗の位置や明暗の流れ、特にハサミの柄の部分、帯状につながる暗い帯や反射光なども確認します。ハサミから書き出しています。
この部分は金属ですが、目立ったハイライトはなく、金属の厚みを表す立ち上がりの面以外は全て上を向いています。ガムテの影が重なっていたり、近くの暗いものが映り込んでいたりして、色味的にはかなり暗いです。ハサミの長手方向と同じ方向の直線を使って描いています。その他にも映り込んでいるものや明暗のつながりによる方向の直線を使って描いています。柄の部分を描いています。光の方向と面の向きを考えて、面に沿う方向の線を使い、大まかな明暗を描いています。刃の部分が少し太かったので修正しています。ハサミの接地面付近の濃い影を描いています。この台紙状の影は、モチーフの台紙からの高さの違いによって濃淡があります。絵は台紙から浮いている部分があり、影が薄くなっているところがあります。この部分を描くことで、ハサミと台紙の間の隙間の空間を表現します。ガム手を描いていきます。2B の鉛筆を使って円形部分の大きな暗さから描いています。中心から放射状に広がるような直線や明暗のつながりによる直線を使っています。いつも藪下は平面は直線を使い、曲面は曲線を使ってデッサンをすると言っていますから、このガム手の大きな暗い平面は直線のみで描くところですが、ガムテープの巻き模様がわずかに見えていますから、楕円の輪郭線に沿う曲線も多用しています。ガム手の左側面を描いていきます。側面部分は奥行き方向の直線と楕円の輪郭線や明暗のつながりに沿う方向の曲線を使います。光の方向に対する大まかな明暗変化、台紙からの反射光、空洞部分の明暗変化などを意識して描いていきます。大まかな明暗は目を細めてみるとよくわかります。目を細めたり開いたりしながら大まかな明暗を検討してください。この大きな円形部分の暗さは台紙からの高さもあり、部分によって明暗に変化があります。この部分は光を受けて明るいですから、その明るさとの対比で A の部分が一番暗く見えます。この暗さから遠ざかるにつれて台紙からの反射光もあり、少し明るくなります。また B の部分と奥の C の部分では、奥の C の方が弱く薄く見えます。また D の部分は台紙状の暗い影が映り込んでいて、A ほどではないですがかなり暗く見えています。大まかに言えばこんな感じですが、微妙な明暗変化がありますから、よく観察してデッサンをします。台紙状の影も接地面の暗さを中心に大まかに描いておきます。ガム手の置かれている斜め方向の線や明暗のつながりの線、水平方向の線を使って描いていきます。ハサミの金属部分を描いています。この部分は一番手前にあり、暗い映り込みなどもありますから、明暗変化や映り込みをしっかり描いていきます。このネジの部分は小さいですが、要になる形ですからとても重要です。またキラッと光ったハイライトがこの小さな中にあります。柄の部分を描いていきます。金属部分の色味と比較しながら柄の暗い部分を中心に描いていきます。
絵の部分の形は曲面ですから、光の方向と面の向きを意識して形に沿う線を使って描いています。輪郭線付近は向こう側に回り込む形で、下側を向いている面には反射光が当たってかすかに明るくなっているのも見逃さないようにします。台紙上の影も空間表現には不可欠ですから、遅れないように描いていきます。この影をしっかり描くことで、ハサミのものとしての存在感が強まります。ハサミのデッサンがかなり進みましたから、遅れないようにガムテを描いていきます。このガムテの円形の面はかなり暗いですから、各部分における明暗変化に注意しながら 3B の鉛筆を使ってどんどん描いていきます。時々2メートルほど離れたところにデッサンを置いて、モチーフとデッサンをゆっくり見比べてください。距離を置いて見ることで自分のデッサンを客観的に見ることができます。そして描くべきところをしっかり確認してからデッサンを再開します。見る、確認する、描くのサイクルを常に繰り返します。ガムテの内側の面を描いています。上側のガムテの形の影になっていることを意識して、大まかな明暗や明暗のつながりを確認しながら描いていきます。奥行き方向の直線、円形の面と平行な曲線、影のつながりによる斜め方向の曲線などを使っています。模様も描いていきますが、濃くなりすぎないように、内側の面の明暗に準じて濃さを決めていきます。台紙上の影も遅れないように描いていきます。ガムテは台紙から立ち上がった形ですから、影にも随分と濃淡があります。接地面付近の濃い影から周辺部分の薄い影までの変化を追いかけます。ガムテに対してハサミは台紙に伏せるように置かれていますから、とても濃い影ができています。ハサミに戻ってきて書き込みを続けます。全体の大きな明暗配置に注意して金属部分を描いています。金属部分全体の色味や映り込みによる暗さ、感じられる明暗のつながりに注意して最終的な色味まで描き込みます。金属の厚み部分は白い台紙が映り込んで少し明るくなっていますから、練りゴムで白く抜き、その後に形を表す縦線を描き加えています。ぼーっとした明るさを練りゴムを使って抜いていきます。この辺りから消しゴムや練りゴムを使って明るくしたり、また書き込んだりという作業が続いていきます。
絵の部分を描いていますが、光が当たっている明るい面の曲がり角付近にある暗い部分、その下の反射光で明るい部分などに注意して、形に沿う線を使ってデッサンを続けます。いつも光の方向と面の向きによる明暗の出来具合を意識します。小さな部分ですが、向こう側に回り込む形ですから、輪郭線付近を少し弱く明るくしておきます。ハサミが強くなった分、接地面の影も強めておきます。再度言いますが、この部分のハサミが台紙から離れて薄くなっている影は、この隙間の空間を表現するのにとても重要です。手前の絵の強さと比較しながら奥の絵を描いていきます。同じ色味なら手前は強く濃く、奥は弱く薄く描いておきます。練りゴムを使って描くように明暗の調整を続けています。練りゴムを使った後は加筆して調子を整えます。動画ではずっと描き続けているように見えますが、時々手を休めてゆっくりデッサンとモチーフを見比べて描き足りない部分を探しています。ハサミの影が濃くなった分、ガムテの影を強めておきます。前後の距離感がありますから、手前は強く濃く、奥に行くほど弱く薄く描いて、台紙上の影だけでも前後の空間が表現できるように心がけます。ガムテを書き込んでいきます。手前のハサミの強さと常に比較しながら、どの程度書くかを決めていきます。大きな明暗と同時に微妙に変化する各部分の明暗に注意を払いながら書いていきます。ガムテの内側は影になっている暗い部分から光を受けている奥の明るい部分まで変化しますから、その明暗のグラデーションをしっかり捉えて空間の奥行きを表現します。ガムテの左側側面は光の方を向いていますから、それほどの明暗差はありませんが、
この図のように光を受けて明るい部分、その両側の中間の明るさの部分、映り込みがある少し暗い部分、その下の反射光で明るい部分、反射光の中の影の映り込みなどに分かれていますから、よく観察してデッサンを続けます。ガムテの曲面はパンと張った曲面ではなく、幾分柔らかさを感じさせる面の張りの乱れみたいなものがありますから、短い曲線を使ってそういうものも表現していきます。ここまで書いてガムテの奥行きが深すぎるような気がしたので、少し短く形を修正しています。このように完成に近づいて立体感や質感が表現されてくると、今まで気がつかなかった形の間違いに気づくことが時にありますから、修正できる部分は修正しておきます。全体を見ながら最後の調整をしていきます。デッサンは細部を書き込むことで全体の明暗の不備が見えてきたり、また全体の明暗を書くことで細部の描写の不足が見えてきたりします。全体から細部へ、細部から全体へと意識と目線を常に往復させます。そろそろこの辺りで完成にしておきます。はい、皆さんいかがでしたか？今回は中級編第9回としてハサミとガムテープを書きました。ハサミは中心から対称形ですし、ガムテープは横倒しの円柱形です。このようなモチーフは補助線を使って形に違和感がないように書くことがとても大切やと思います。それでは今回の要点をまとめます。1、モチーフのハサミは中心線に対して対称の形をしています。二点透視図法の約束に従って開いたハサミの特徴的な形を結ぶ補助線を書き、それを目安に形を書いていきます。2、ガムテープは横倒しの円柱形ですが、円形部分が上を向いて置かれている円柱と同じ方法で形を書きます。
今回の要点はこの2点だけにしておきますから、よく覚えておいてください。それほど線対称の形を書くには、2点透視図法の約束に従った補助線が必要ですし、横倒しの円柱形も上を向いて置かれている円柱形と同じ書き方をすることを知っていないと、なかなかフリーハンドでは形は書きにくいものです。はい、皆さんお疲れ様でした。ハサミとガムテープのデッサンの説明は以上です。チャンネル登録、グッドボタン、コメントもお願いしますね。それでは今日はこれでおしまいにします。また次回の動画でお会いしましょう。皆さんごきげんよう。